こんにちは。造形作家の海木りさです。普段は Twitter などの SNS で活動しているのですが、動画も作ってみたくなって挑戦してみました。動画制作に慣れていないので見苦しいかもしれませんが、温かく見守っていただけると嬉しいです。今回はガレージキットの複製からパテ埋め、ヤスリ掛けまでをご紹介していきます。これからシリコン型にレジンキャストを流していくのですが、シリコン型からレジンが漏れないように型をテープで閉じていきます。今作っているのは石原剛人のイラスト作品で、カッパという作品を立体化したものです。日本妖怪図鑑に載っている恐ろしいカッパのイラストです。ふんどし姿の少年がカッパに襲われているのですが、驚いた表情と2匹のカッパの構図が素晴らしく、一目見て気に入りました。そこで立体化したらかっこいいんじゃないかと思い、粘土で作りました。原型は粘土で一から作ったのですが、動画を撮らなかったのでシリコン型の状態からご紹介します。今貼った黄色いテープはマスキングテープで、シリコン型をずれないように閉じていきます。幅広の透明テープでぐるぐる巻いて、型の上部にテープの壁を作ります。心を無にしてひたすら巻きます。進んできました。よし、次は大きい型を閉じていきます。この型はボルトとゴムを使います。今までゴムだけで型を締めていたんですが、型の中央のバリが熱くなるのを避けるために、今回はシリコンに穴を通してボルトで固定しました。この方法は思いつきで初めて試したのですが、複製がうまくできました。大きめの型を作られる際はおすすめです。今この動画の視聴者さんが型を作る前提で話してしまっていることに気づきました。型の隙間があるところにテープを貼っていきます。上の部分にも貼ります。マスキングテープの上から幅広のテープを貼ります。なぜかズームしちゃいました。クリアテープを直に貼らないのは、マスキングテープの方がよくくっつくからです。ゴムを巻いて完成。これはカッパの甲羅の型です。ゴムで縛っていきます。地道な作業です。こういう手作りのフィギュアをガレージキットと呼びます。型の準備が整いました。型にレジンを流していきます。刺激が強いのでゴーグルとマスクを装着します。この状態がかなり見た目が怪しいので、人から見られて怪しい人がいると通報されないか一瞬不安になります。でも換気のために窓を開けます。レジンの着色をしていきます。緑色と黄色を入れてレジンキャストの液に混ぜていきます。青汁みたいになりました。A 液と B 液を混ぜます。ここからは手早く動かないと固まってしまうので急ぎます。指で押さえて中の空気を出します。
全部入りました。固まると色が明るくなります。この後音が大きいので音量に注意してください。次は真空脱泡機を使います。鍋と真空ポンプで自作した真空機です。よく働いてくれます。レジンを手早く混ぜ入れます。アクリル板が硬くて見づらいのですが、気圧を下げるとレジンが型に流れ込みます。強圧に戻すとこうなります。次は小さい形です。メロンゼリーみたいです。こちらも真空機を使います。レジンが固まりました。いよいよ型を開きます。一人で作業していると歌っちゃう時があります。こんな風に自分がうるさい。テープをビリビリ剥がしていきます。いつも型を開けて上手に複製できていると嬉しいです。少年が怖い。カッパの甲羅はうまくいったでしょうか。きれいにできました。どんだけ歌うの？編集作業中に恥ずかしくなりますが、そんな気持ちは無視して進めます。カッパの顔、いい感じです。サクサク進めていきます。こういうガレージキットの即売イベントにワンダーフェスティバルというものがあります。年に2回開催されていて、ガレージキットを販売する個人を含めた参加団体は2000を超えます。来場者は5万人を超える一大イベントです。私も2018年の夏に出ようと決めて作り始めました。その時作ったのは浮世絵の相馬の古代理です。大きなドクロが乗り出している有名な絵です。歌川国芳の傑作を立体化したら面白いと思ったんですが、なかなか苦戦した思い出です。絵描きの旦那さんにアドバイスをもらいながら完成させました。苦戦はしましたが、完成品はとても気に入っています。こちらのキットや完成品はショート動画があるので、気になる方は見てみてください。話しているうちに作業が進みました。パテで気泡を埋めていきます。突如現れた肌色。これは少年で事前に肌色で作っておきました。お尻です。埋めたパテの形を整えていきます。この後音が大きいので音量にご注意ください。一瞬で終わったかのように見せます。ヤスリをかけて今日はここまで。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンを押していただけると嬉しいです。今後も動画を作っていきます。見守っていただけると幸いです。こんな動画が見たい、ここが面白かったなど、
ご感想をいただけますと今後の改善に役立ちます。ちなみにこちらの文鳥はアスカちゃんです。次回はカッパの塗装風景をご紹介します。ではまた動画でお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。またね。